やっほーあずです。今日は私の妊娠ストーリーについてお話をしたいと思ってます。知らない方もいると思うので、ざっくりと今の私の状態を説明すると、私はあずさって言うんですけどもカナダの東海岸のモントリオールっていう町に住んでます。で、ただいま妊娠34週目なので、もう9ヶ月目に入ります。で、3月の2週目が、予定日になってますもう結構ね、臨月近づいてきて体調が結構悪かったりするので、頭もボーってするし、体のいろんなところ痛いし、眠いしだるいしっていう感じで、今日すごい曇ってるし寒いので、それもあってもうわーってしてるんですけども今日はさっくりとざっくりと今までの妊娠生活とか、どういう経緯で子供が欲しいって私の旦那さんのアメッドと決めたかとか、妊娠してから身体的精神的にどういう変化があったかとか、妊娠周りのことについてお話ししようかなって思います。で、初めにやっぱり時系列で話した方が分かりやすいかなって思ったので、まず妊娠前から、妊娠前どうやってアメッド旦那と子供欲しいねっていう風に決めたかっていうところについてなんですが、いろんな人がいると思うんですよね、この世界にはもう初めから旦那さんとかパートナーと私たち絶対子供欲しいねって分かってる方もいれば、欲しい気がするけどどうしようどうなんだろうって迷ってる方とか、いろんな人がいると思います。私たちはその後者の方で、子供は好きだし、私たちの子供がどんな風になるかとかすごく興味があるというか見てみたいし、すごい絶対素敵な経験になるだろうし、こう精神的にも人間としてもスピリチュアル的にも成長できる経験になるだろうなって思っていたし、私はやっぱり産むから、子供を産むって女性にとってすごい特権でもあるし、一体どんな経験なんだろうっていう、経験してみたいなって、怖さもすごいあったんですけど、その産むことに対してね、やっぱ痛みとか想像もできないから。でも同時にやっぱ一度は生きてる間に経験してみたいなって多分私は結構思っていて、でもやっぱり不安もねすごく大きかったので、私とアメッドでやっぱ子供ってすごい本当に大きな責任だと思うので、そういうことも含めて話し合いをしてて、私も今35なので、もう子供を産みたければだんだん残り時間少なくなってくるというか、全然40過ぎてから産む方も今の時代たくさんいるけど、やっぱり母子ともにリスクが高くなったりしますよね。だからそういうのも踏まえて、そろそろ欲しいんだったら、欲しいか欲しくないかぐらいは考えて決めとかないとなっていう位置に達したのでなのでアメッドと話し合いを、1年半ぐらい前から話を始めて、で時間かけて話していって、最終的にはじゃあ全く子供なしの人生を2人で送るか、1人でも子供を持つか、どっちがいいかって究極ね考えたら、やっぱ1人は欲しいかなっていう結果に行き着きました。なのでじゃあそれならば、妊活っていうか子供作る方向で行こうかっていう風にすんなりじゃないけど全然まとまりまして、でそうですね、そこから私もアプリを落として、自分の排卵期とかが分かるようなアプリを使って準備をし始めました。で、私たちの場合結構思ったよりも早くさらって私が妊娠してしまったので、そこに対する妊活の苦しさとかがあんまりなかったんですけど、私たちもねやっぱちょっとビビってたから今から 1,2 年ぐらいの間に妊娠するだろうねみたいな、それでぐらいでいいよねみたいな感じだったんですけども、話がまとまってから本当半年も経たないうちぐらいに私がもう妊娠が分かったので、2人ともって感じで予想外の速さでした。だからそれはちょっとサプライズでしたね。去年2023年の7月頭に妊娠が分かりました。生理が私結構毎月ちゃんと来るんですけど、
一回来なかったので、あれ生理来なかったなと思って、その妊娠検査薬を使ったら陽性っていう感じで、妊娠が分かりました。で、私は妊婦となり、妊娠生活が始まるんですけども、ここでちょっと、私の今住んでるカナダのモントリオールは、どういう感じの医療システムで、妊婦さんにとっての、サポートとか、どういう感じなのか、仕組みとか、っていうことについてちょっとお話ししたいんですけど、カナダは本当にそのプロバンス、州ですね、いわゆる。州によって全然違った仕組みなんですけども、私たちのいるモントリオールはケベック州っていう州に属してて、で、ケベック州の場合をお話しするんですけど、まず妊娠が分かってから、どうしたらいいんだろうと思って、ググったんですね。モントリオール、ケベック、妊婦、妊娠、What's do? みたいな。まず初めに何したらいいかみたいなググったら、電話番号が出てきたので、政府のね、健康、医療系を司る省かなデパートメントの電話番号が出てきて、そこにかけろって書いてあったので、とりあえず電話をかけて、妊娠分かったんですけどって言ったら、そしたらそこからもう初めに1回目の、エコー検査の、日時が組まれて勝手に。で、それに行きました。でね、こっちは、カナダは、医療が基本無料なんですね。無料って言ってもすごい響きはいいけど、いろいろサービスとか、素早さとか、そんないろんな面で良し悪しはあります、もちろん。でも基本、妊婦さんの検査とか、出産も全部基本カバーされます。なので、それはいちいちお金の心配をしなくていいっていうのは結構、ストレスの軽減にはなるかなって思います。でもやっぱり無料なだけ、すごい、しっかりとしたサービスとかを期待できるわけじゃなくて、結構最低限だなって感じる面もあって、例えばエコー検査は、もし体調に特に問題がない妊婦さんだったら、妊娠期間中、もうその9ヶ月間の中で3回しかできないんですよ。すごい少ないですよね、多分3回って。私初め聞いて3回しかできないのって思ってびっくりしたんですけど、それは前期、中期、後期のトリメスターって言うんですけど、各トリメスターで1回ずつしかできないんですね。だから3ヶ月に1回ぐらいほぼしかできなくって。で、そういう感じです。なので、最低限のサポートかなっていう気はしました。で、病院とかも選べないです。これは住んでるエリアとかその場所によって、勝手に、じゃあこの病院とかクリニック行ってくださいねって指定されたりするので、血液検査とかね、そういうちっちゃな検査は自分で、ケベック州の政府がやってるその医療のサイトから自分で好きなクリニックを探して予約をできるので、その時は選べるんですけど、エコー検査とか出産は病院が自分で自由に選べないんですね。なんて言うんだろう。小学校みたいな感じで、日本で、小学校は、この校区が決まってるじゃないですか。住んでるとこによって、じゃああなたは公立のこの小学校行ってくださいみたいな。そういう感じですね。やっぱ公立のシステムなので、自分で自由に選べずに、じゃあここに住んでるんだったら、この病院で出産ですっていう風に基本は決まります。で、もしも自分で指定した病院で産みたいんだったら、政府の無料のサービス、医療サービスを使うんじゃなくて、プライベートの医療保険を持っている人は、そのプライベートの私立の病院で産むことができます。その場合は自分で自由にもちろん好きな病院を、プライベートの病院を選べるし、サービスとかも多分ね、かなりいいと思います。私の場合は、ラッキーなことに、私が当てがわれた病院が結構、最近ね、リノベーションしてすごい綺麗になってる病院で、チュンっていうすごい大きくて、有名な病院なんですけど、大学病院なんですけど、そこでエコー審査とか、血液検査も全部そこでやって、出産もそこです。で、そこは、産むのも個人部屋だし、なのですごいね、ラッキーだったと思います。もうボロボロで薄暗い病室で出産するよりは、リノベしたばっかのクリーンで綺麗な病院で産めた方が、精神的にはすっごいリラックス度が違うと思うので、嬉しいですね。よかったです。それはラッキーでした。妊娠発覚してから今まで。今もう私9ヶ月目に入ってるから、
もう後期なんですけども、そう前期、中期、後期に分けて、身体とメンタル的な、あとエモーショナル的な、感情的な部分でどういう感じに変化があったか、どういう風に感じてたかっていうのをお話ししたいんですけど、前期はまず7月に分かって、7、8、9月、もう一夏が、前期だったんですけど、お腹はね、全然ね、私の場合分かんなくて、まだ。人に、もう本当言わないと気づかないし、言っても、本当に妊娠中なの今みたいな感じで、全然気づかれなかったし、で、つわりはね、ひどくなかったけど、まあまああった。で、私の場合は、寝起きて、一番辛かったです。うわーってもうなんかムカムカして、やばい、ベッドから起き上がれないみたいな。で、いろいろなんか調べて、なんか、ジンジャーティーなんか普通にお湯に、なんか生姜と、まあ生姜だけでいいんだけど、生姜を入れた、なんか生姜湯みたいなのを朝一番に飲んで、で、なんか味がしない、あんま味がついてない、で、油切ってない、こうさっぱりしたクラッカーみたいなものを朝ね、その生姜湯と一緒にそういうものを食べたら、ムカムカしてる、そのつわりに効くよっていうのを友達に教えてもらって、で、それをしてました。だから寝る前に自分の枕元にその生姜湯とクラッカーを置いてて、朝起きて一番にベッドの中でそれを食べて飲んで、で、なんとか起き上がれるっていう感じでした。で、日中とかね、夜は結構元気で、普通にいろんなもの食べてましたね。なんかその時に食べたいって思うものが毎日変わるんですよ。もう今日はラーメン食べたいとか、なんか今日はなんかパン食べたいとか、今日はキムチとご飯食べたいとか。中期に入って体調はちょっとね、良くなったかな。なんか、でもね、なんか私の場合は結構、私多分骨格が結構作りがこう横幅が狭いので、もう早い段階、多分10月ぐらいかな。だから4、5ヶ月ぐらいからもう胃が圧迫されだしてなんかちょっと量いっぱい食べたらもうすぐうわーってなんかもう胃がね、こう子宮に押されてていっぱい食べれないし、1回に。だし食べた後すぐにうわーってね、こうなってた。だからそれはちょっとね、大変でしたね。だからご飯1回の食べる量は妊娠前よりも減って、で、回数をまあ増やして食べるようにしてました、そこからは。できる限り、それやってて。でね、胃に何も入ってないとまたすごい気持ち悪くなるから、常になんか、つまめるものとか持ち歩いたりとかしてましたね。身体的にはそんな感じで。メンタル的には、初めから今まで結構落ち着いてた。というかなんか、結構ね、ポジティブに来てます。なので、それはすごい良かったなって思ってます。なんかやっぱ、マタニティブルーとか、気持ちがちょっと不安定になってしまう方も多分たくさんいらっしゃるようなので、私の場合は結構ね、お気楽にというか、のほほんと、なんかもうこれで人生これ1回しかないかもしれないから、私2人目欲しいかまだわからないので、私も、アメントも。だから、1回しかないんだったら、楽しみたいなっていう思いがすごい強くて、できる限り楽しもうって、思っていたので、初めから。だからかな。結構ポジティブに、こんな感じなんだ、みたいな感じで、アメッドにもいちいちこう、ねえ、もうこんな気持ち悪いよ、とか、もう、足の付け根が痛いよ、とか、恥骨が痛いとか、今日は腰が痛いとか、いろいろ、愚痴りもたくさんしながら、でも、精神的にはすごい結構、楽観的な感じでここまで来れました。そうね、それで中期に入って10月、11月なって、腰がね、だんだん初めに痛くなり始めて、やっぱね、負担かかるんですね。で、腰が痛くなって、で、今も腰の痛み、腰とあとお尻の痛みは、続いてるんですけど、でも日によってね、結構痛みの強さにもこう波があります。今日痛いなって人、今日大丈夫だっていう日があります。あとは、今はね、なんかもうこの骨盤が多分すごい広がってきてるので、恥骨がね、すごいね、痛いです、最近は。だから、こう、パッてこう足を広げる動作をしたりとか、寝てる時にベッドの上で寝返りとかがすごい大変です。なんかもうね、下手にこう膝を開いちゃうと、恥骨がすごいって痛くなるので、それが一番大変だけど、そう、寝るのがね、結構ね、思ったよりもね、きついですね。大変です。寝づらい。なんか、動くたびに痛いので、
寝づらいですね。あとホルモンのせいで夜に眠気があんま来なくなったりとかもあるので、なんか疲れてて寝たいのに眠くないみたいな、そういうなんか謎な感じになったりもします。まあそんな感じかな大体。出産に向けてどんな準備をしてるかっていうことについては、私たち実は今週末に引っ越しをするので、今ね、ワンベッドルームのアパートに住んでて、やっぱ子供が生まれるから2ベッドルームのアパートに引っ越す予定です。で、あとは、まだね、ベビーベッドとかチャイルドシートとか何も買ってないんだけど、買わなきゃいけなくって。それはもう引っ越した後に残りの1ヶ月ちょっとで、もう全部バーって Amazon で購入しようかなって思ってます。そう、そんな感じかな。なんか洋服とかはね、私のいとことか友達で最近子供を産んだ子が結構たくさんいるので、もう、あとお祝いとかね、日本に10月一時帰国した時に友達と結構たくさんあって、みんなね、結構お風呂とか、お祝いで洋服をたくさん、くれたので、本当にありがたいんですけど、だからね、洋服はね、もうね、有り余るほど、十分すぎるほどあります。なので、洋服はいいんだけど、あとなんか哺乳瓶とか、ね、いっぱいあるよね。おむつとか。そう。いや、もう日が暮れてきてちょっと暗くなったね。というわけで、なんかもしも質問があればコメント欄とか、あとインスタの質問コーナー、またはインスタのコメント欄とかでも、いいので、質問ある方はどうぞお待ちしてます。じゃあ、またねー。バイバイ。